こんにちは。お元気ですか？今日は4月の8日の水曜日ですね。最近スーパーに行ってね、キャベツを買ってきて、そのキャベツを千切りにして、ご飯食べるときに、サラダとしてね、食べたりしてるんですけどね、いつも。そのキャベツがね、ちょっと硬くて、もう食べ慣れてるので、そんなに気にはしてなかったんですけども、なんか最近ね、そのキャベツがすごくまずく感じちゃって、嫌だなと思って次の日もう一回スーパー行って、今だと春キャベツ売ってるじゃないですか。早生キャベツ。それを買ってきて、早生キャベツを、千切りにして食べるようにしたら、やっぱ食べやすいなと思って。今の時期はね、そういう春キャベツが出る時期でもあるのでね、存分にその春キャベツを楽しみたいななんて思いました。それで硬い方のね、キャベツは野菜炒めとかね、あとはお味噌汁に入れたりとかね、そういう風に火を通す調理だったら、逆にね、すごく美味しく食べれるんですよね。春キャベツとかだとね、ちょっと火を通すお料理とかだと水分量も多いし、キャベツもすごい薄っぺらいので、なんかこうちょっと煮たら溶けちゃうみたいなね、そんな感じがあるので、やっぱり春キャベツは生で食べたいし、ちょっと固めのキャベツはね、火を通して食べるのがね、向いてるなぁなんて思いました。ちなみに私は一年中キャベツ食べてるんですけれども、なんか別にこう頑張ってキャベツを食べているっていうよりも、なんかもうね、習慣になっちゃってるんですよね。ご飯のお供にキャベツっていうのがね、なんか不思議かもしれないんですけれども、キャベツって一年中売ってますし、私はね、こう千切りにしたやつをタッパーに入れてストックしてるので、毎回切らなくてもね、ご飯のたびにそのタッパーから千切りキャベツをお皿とかに出して食べるようにしてるんですね。で、ちなみにね、大体いつもキャベツだけっていうことはなくて、私はね、自分の中ではサラダって呼んでるんですけれども、その千切りキャベツと、あとは人参とかをね、小さめのスティック状みたいのに切ったやつとか、あとはプチトマト、この3つはね、大体いつも常備してますね。それで季節によってはきゅうりだったりとかオクラだったりとか、その時期にねよく出回ってる野菜なんかを入れたりとかします。なのでね、毎食メインはキャベツなんですけども、キャベツ以外にもその時期にすぐ手に入る野菜っていうのをね、こうもう食べる状態にだいたい1日分か2日分くらいこう切ってタッパーに入れておいて、こう食べる時にお皿にただ盛り付けるだけみたいな感じでサラダを食べてます。サラダっていうか、私はキャベツをメインで食べてる感じなんですけれども、っていうのもなんだろう、このキャベツをね当たり前に食べるのが習慣化したのは、あれ何年前の本だろうな、もう10年くらいか、2014年とかかな、発行がもっと前かな。藤田浩一郎先生っていう方が書いた本が結構好きでね、結構藤田先生の本をいくつか持ってるんですけれども、もうお亡くなりになっちゃったんですけれども、その先生の書いた本の中で、ちょっと本のタイトル忘れちゃったんですけども、私が5年前に引っ越してくる時もね、本処分せずに藤田先生の本はどうしても捨てらんなくて、多分探せばどっかにあると思うんですけども、とにかくね、その寄生虫博士とか呼ばれたその藤田先生とかがね、結構ね腸内環境とかね、その腸に関する書籍とかも書かれてらっしゃって、その藤田先生が書かれた本の中で食前に小皿一杯分のキャベツを食べるのがいいみたいのが書いてあって、で実際に藤田先生もそれを習慣にされてるようなので、でその本をね読んだ時から、こ
なんとなくこうキャベツを食べるのが習慣化して、もう今では当たり前のようにキャベツを食べる習慣になったというか、だからわざわざ私食事の時いつもキャベツを食べるようにしてますとかね、わざわざそれを言うほどでもないくらい、ご飯、白飯っていうか、まあ私は玄米だけど、ご飯を食べるのと同じくらいレギュラーメンバーとしていつもキャベツを食べてるっていう感じです。で、藤田先生は食前に小皿一杯のキャベツっていう風にそれに書いてあったんですけども、まあ私はね、食前というかね、サラダとして食べてるので、まあ自分のこう好み的に結果的に今の形になったんですけども、まあ、キャベツ以外にもその時にある野菜、だいたいこう人参とプチトマト、あとは旬の他の野菜とかね、それを食べるのが、まあ食前に小皿いっぱいというかね、一口目二口目ぐらいは最初は必ずキャベツを食べてますだから小皿一杯分を先に食べちゃうわけじゃないんだけども、まあ私の場合は、まあ中皿ぐらいにサラダ的な感じで生野菜が乗ってて、まあキャベツメインでね。で、それを最初にちょこちょこっと食べて、で、他のお味噌汁とかおかずとかを食べて、で、またサラダを食べて、まあだからなるべくそこそこキャベツを先に食べようとはしてるけれども、まあ無理にはしてないみたいなスタイルになってますね。まあそんな感じでキャベツを一年中食べている私としては、まあ春キャベツの時期はね、こう美味しい春キャベツが出回るので、このキャベツも旬の時期だなぁなんて思ったりしておりました。うん。そのキャベツでなんとなく思い出したんですけども、あれいつだったかな、2ヶ月くらい前だったかな、そのキャベツを買おうとした時に、私が住んでるあたりとかだとね、結構地元産の野菜がスーパーに並んでるんですよね。で、いつものように地元産のお野菜キャベツ買おうと思って、キャベツいっぱいいっぱいというかなんだ、ちょっと安くなってるなと思ってそこで買おうとして見に行ったら、大きめの段ボールにこうキャベツがそのままデデデデンって積んであったのがもう売れちゃって、あと2個ぐらいしか残ってないみたいな状態で、こう段ボールの中にキャベツが2個ぐらいこうポツンと残ってたんですね。で、どっち買おうかなって思った時に、そのうちの一つに青虫がいたんですよね。で、私久々に青虫見たなって思ったんですよ。で、野菜とか買う時ね、どれだけこの農薬、虫除けの農薬的なものとかを使ってるのかっていうのは気になってたので、青虫がいるっていうことは農薬を使ってない、もしくはちょっとしか使ってないっていうことになるので、この辺の地元産の野菜ってそうやってちゃんと作ってくれるんだと思って、ちょっと嬉しくなりましたね。で、青虫がついてない方のキャベツを買いました。まあね、青虫さんもね、1匹しかついてなかったんで、それを避けちゃえばいいだけの話なんですけど、私ちょっと青虫苦手なんですよ。ついてたら安全面ではいいねって思ったけど、青虫さん自体はちょっと苦手なんですね。私そんなに虫が苦手な方ではないんですけれども、ちょっと昔青虫とかね、そういうちょっといわゆるああいう系の虫にはトラウマがあって、ちょっと苦手なんですよね。なのでまあ青虫ついてるやつってすっごい久しぶりに見たなとか思って、やっぱこれも田舎あるあるなのかなって思ったりしましたね。東京のスーパーとかでは見たことなかったし、まあ他の田舎のスーパーでもまあ見ないですけど、でもね、その地元産のものがたくさん置いてあるスーパー、うん、だからこそっていうか、まあそのままなんだろう、農薬
農薬っていうか自然なもので虫を避けてとか、なんかよくあるじゃないですか。牛乳を薄めたやつとか、お酢とか焼酎とかを薄めたやつとかね、そういうもので極力虫を避けて農薬関係を使わずに育てようみたいなとかね、そういうのがこのエリアでは、エリアとか農家さんによりけりかもしれないですけれども、極力農薬の量をバカスカ使わずにっていう姿勢で作ってくれてるのかなって思ったらね、ちょっと嬉しくなりましたね。あとはほうれん草とか小松菜とか、ああいう葉物野菜とかもね、たまに穴が開いてあるのとか売ってたりとかして、これは虫さんが食べた穴かなとか思うと、虫さんの穴かどうかわかんないですけど、多分虫さんの穴、結構安全なのかなって思ったりとかしますね。やっぱり都会のスーパーとかだとあんまり穴が置いてるのをね、そのまま商品として陳列しておくことってやっぱりないと思うので、ないかもしくは少ないと思うので、比較的やっぱ地元産のものっていうのはその農薬が少なめのものが多いのかなっていうような気がしました。やっぱりね、作っている方もね、もう誰が食べるのかっていうのはもう目で実際わかるじゃないですか。自分が卸してる近所のスーパーとかにね、誰が買いに来てるのかとか、なんだったら農家さんがね持ってきてて、そこに陳列してる時もあったりとかするんで、その時お客さんの顔を実際に見てらっしゃったりするので、そう思うと農薬バカスカっていうのはね、使いにくくなるのかなって思ったりしました。ちょっと私全然農業とか詳しくないのですんごい適当なこと言っちゃってるんですけれども、すごい農薬なしで作るのってすごく大変だと思うので、ありがたいなって思ったりしてましたね。そんな感じで、私はいつもご飯時にサラダ、私的にはサラダと呼んでるね、キャベツをメインにした生野菜を習慣として食べてますね。ちなみになんですけども、サラダを食べるときに私は市販のドレッシングは使ってなくてですね、いつもねあれドレッシングと言っていいのか、なんか結果的にそれになったっていう感じなんですけど、手作りのドレッシング的なもの自分が好きなものを混ぜただけなんですけど、まずお味噌ですね。あんまり塩分が多くない、これまたは近所のスーパーで売ってる、地元のお母さんたちが作った味噌が売ってるんですけれども、そのお味噌が美味しいので、まずその味噌と、あとオメガ3系のオイルですね。私は、今アマニオイルを使ってるんですけども、そういうオイル、アマニオイルと、あとはすりごま、これは白ごまでも黒ごまでもどっちでもいいんですけど、ごま、すりごまと、あと最後にお酢ですね。お酢はリンゴ酢を使うことが多いですね。でもリンゴ酢でも米酢でも何でもいいんですけれども、これらを混ぜてドレッシングみたいにサラサラな感じじゃないんですけども、味噌がメインなので結構ドロドロっとした液体状のものを作って、でそれをスプーンですくって、サラダの上にねスプーン、ティースプーン2杯ぐらいの感じで乗っけて食べるっていう感じですね。だから結果的に自家製ドレッシングみたいな感じですね。やっぱりね、昔はねドレッシング使ってたんですよ。でもね、やっぱりどうしてもドレッシングってね、添加物がね多くてね、それが気になって嫌だなって思っちゃったんですよね。なのでお菓子とか我慢するのはちょっとあれだけど、別に自分がそれをすごく好きでもないのに そこにすごく添加物とかが入ってるの嫌だなと思って、だからそこは自分で手作り
なドレッシングとか、もしくはアマニオイルをそのままサラダとかにかけて、であとは天然のっていうか平釜で炊いたような塩ですねをかけて食べるとかね、そんな感じですね。だからね習慣的に食べてるものからは添加物は減らしたいなと思ってるので、だから調味料とかもね結構気にしてますね。すごいストイックにはやってないですけれども、例えばケチャップとかもスーパーで売ってる中で裏側を見ると結果的に毎回買うのがハインツのケチャップなんですよね。でなんでかっていうとやっぱりねケチャップって結構甘みのためにね加糖ブドウ糖液糖がね入ってるパターンが多いんですよね。でやっぱりねそれ嫌だなって思ってるんで、それがないのを探すと、あと他にも添加物少ないのを探すと、結果的にスーパーで売ってるやつの中ではハインツになるので、それを買うようにしてます。別にね値段的にも特別高いとかでもないので、そんな感じですね。だから調味料とか、料理酒とかみりんとか、あとお醤油とかもね余計なものが入ってないもの系にはなるべくしてますね。でやっぱり特に甘いものとかね、旨味が入ってるものとかは、甘いものだったらその加糖ブドウ糖液糖とか、あと旨味成分が添加されてるものとかだとねタンパク加水分解物とかね、それが入ってるので、私は結構この2つのやつがなるべく入ってないものをね自然に選ぶようにはしてますね。ただそんなにストイックにはやってないので、たまにはそういうのを食べますし、あとね納豆食べる時の付属のタレは使ってないですね。あれもそれ系の添加物すごい入ってるんで、普通にお醤油で食べてますね。ですんごいたまに気分転換にその付属の納豆のタレを使ったりとかしますけど、科学的な味がするなっていう風にはいつも思ったりとかしてます。でもたまにはねああいう添加物っぽい味も楽しむのも悪くないかなっていう風に思うんですけどもね。その添加物ですごい思い出したんですけど、先週かな、5、6日ぐらい前かな、ファミリーマートのごませんべいを食べたんですね。私結構ごませんべい好きで、スーパーとかコンビニに行った時たまに買っちゃったりするんですけれども、前々からねファミリーマートで売ってるごませんべいは食べたことがなくて、なんかパッケージ的にもなんか美味しそうな感じで写真が載ってたので、いつかファミマのごませんべい食べようって思ってたんですね。でその先日ねすごくなんかお菓子とかアイスが食べたいっていう気分になって、スーパーに行ったんだけど、なんか気に入ったのがなくて、そうだファミマのごまのせんべいとファミマでアイス買おうと思ってファミマに行ったんですね。でこれと思って、前から気になってたごませんべいと思って、そのごませんべいとアイスを1個買って帰ってきたんですね。でファミマのごませんべい食べたら味がものすごい添加物の味がしてびっくりしちゃったんですね。いわゆる旨味調味料的なものがすごい入ってる感じで、なんかわざわざその時もうパッケージ見なかったですけども、多分人工物的な旨味成分がすごい使われてるので、やっぱねさっきのタンパク加水分解物系とかはねめっちゃ入ってるだろうなっていう風に思いました。なんかお菓子の中でもねせんべいとかはそういうのが少ない方かなって思ったんですね。そういう添加物がね、ポテトチップスとかねクッキーとかに比べたらね。でもごませんべいにもいろいろあって、本当に裏を見るとね全然添加物とかほぼ使ってないやつとかもあるんですよ。
でファミマのそのごませんべい裏側見なかったですけども、もう見るまでもないと思って多分ねすごいそういうのを使ってんだろうなっていう味が、もう添加物の味っていう感じがしました。でなんだろう、うまみ調味料みたいのがすごい感じられて、言うなれば中毒になる味っていう感じもしましたね。だからなんだろう、添加物の味に慣れ親しんじゃってるとすっごく美味しく感じてまた買いたいみたいな気分になっちゃうだろうなと思うんですけれども、なるべく普段から添加物とかを減らしていると、ちょっとここまでの味付けはちょっとやりすぎなんじゃないですかっていう風に感じるような味でしたね。ちょっと私ファミマをディスってしまっているので、ちょっとこれ以上言うのは良くないと思うんですけど、ファミマもねすごくいい商品もたくさんあるので、まあね、ただ消費者がそれを選んできっと求めているから、結局そういう商品とかはねできるっていう部分もねもちろんあると思いますなんだろう、なんかフォローでもないフォローをしてしまったような気がするんですけど、そんな感じで、なんだろう、私最近のこと話すとそれくらいしか話すことがないですかね。そうそう、さっきカレー作って食べた時にはクーベルのフライパン使って作ったんですね。豚ひき肉でキーマカレーみたいのをささっと作れるやつにしたので、クーベルのフライパンね、もうちょっといろいろ使ってみたら、そのちょっとしたレポみたいのを話してみたいと思うんですけれども、まだねそんなにいろいろ使ってみてないので、でもねちょっと私個人的にはね好きかなって思いました。なんかちょっと言い方変かもしれないんですけれども、ステンレスのフライパンでお肉系とかを焼くときにすごくやっぱ美味しく焼けるっていうのもあるんですけれども、なんだろう、使ってる時の感覚がステンレスっていうその金属を熱して肉を上に乗っけたっていうちょっと原始的な感覚になるんですよ。なんかそれがすごくいいって思ったんですよね。フライパンっていう調理器っていうよりも、熱した金属の上に肉を置いてやったら焼けたみたいなその感覚がなんかすごくいいっていう風に思ったりとかしてるんですね。もうちょっと使い慣れたりとかいろんなもの作ってみたらちょっとレポしてみたいなっていう風に思いますそんな感じですね。あと最近ちらっと思ったのはね、話全然変わるんですけれども、私今現在49歳で生理がねそろそろ終わりそうっていうのがあるんですよ。もうね来年くらいには閉経っていう感じになるんじゃないかなって思うんですけれども、もう生理の周期とかもだいぶ空いてきたので、それでやっぱりね生理っていうのはね、私がすごい若い頃からね私を苦しめてきたものでもあるんですよね。別にね生理をね悪く言うのはわけじゃないんですけども、救急車にも2回乗りましたし、生理痛でね結構大変だったりとかしたんですよね、その生理というのに付き合ってくるのは。結果的にねもう40代になるくらいにはなんていうかだいぶ良くなってきたので苦しむことはなくなったんですけれども、ただ若い頃からね長年いろいろ大変だったり体調悪くなったりを繰り返してきた生理が終わるってなるとね、私はねその閉経してお疲れ様パーティーを自分で開いてあげたいような気分だなっていうふうに思ったりとかするんですよね。その生理って10何歳だろう、13歳とかからなるのが普通かな。もうちょっと早くか、12歳とかからかな。いや12歳13歳ぐらいにはなるかね。だからね30何年とかね、人によっては40何年とか付き合うものですよね。だから何回毎月だったとしても
500回とかはみんな生理を経験することになるのかな。ごめんなさい、全然ちょっと計算間違っているかもしれん。とにかく大変でしたよね。でしたよねっていうか、もうこの世の中の私と同じくらいの年齢、もしくはそれより上の年齢の方で生理を卒業された方に向けてなんですけれども、本当に閉経おめでとうお疲れ様みたいなパーティーをみんなで、閉経したみんなでやりたいぐらいですよね。まあもちろんね、その閉経に伴って同時に更年期という時期でもあるので、こう体がね、こう生理をやめて女性ホルモン出さなくなるっていう風に体がねまたシフトチェンジしてる時期なので、それに伴う不調っていうのに苦しんでたりする人も多いと思うんですけどもね。まあ私は最近はねちょっとそういうの全然ピタリとなくなったんですけども、まあ、また出るかもしれないですけども、ただねもう若い時にねあれだけ生理痛でねひどい苦しみを味わった私としては、更年期症状ぐらい出ないでほしいよってねちょっと思いますね。なんかあの時もあんだけ苦しんで更年期もってちょっともう勘弁してくれよっていう風に思ったりするので、まあ2週間ちょっと前ぐらいからこうピタリと更年期っぽい症状が全くなくなったので、ちょっとこのままね緩やかにこうね更年期も通り過ぎてくれるといいなぁなんて思ったりとかしております。まあそんな感じですね。ということで、それではまた。